こんにちは、青木さやかです。青木さやかのどこ見てんのよチャンネルです。今日はお金の話をします。ゲストにザブングル加藤くんに来てもらいました。よろしくお願いします。ありがとうございます。私は簡単に言うと貯金があまりないです。貯金をあまりしてきませんでした。20年ちょっと前ぐらい前に若くていっぱいもらった時にそれを貯金っていう形で残さなかったですね。で、理由は、なんか人になんか人に貸して帰ってこなかったりとか、投資に、回すねっていうふうに言われて、渡したんだけど、もう、なんかそれが返ってきて、ないとか、基本的にはあんまり節約家ではなくて、贅沢っていうことでもないんだけど、なんか海外旅行行ったり、いいピアノ買ったりとか、一万板の机を買ったりとか、そういうことにももちろん使いました。でもそれは今も残ってて、すごく大事にしてるものなので、そこはいいと思うんですけど、でも大半、7、80% のお金っていうのが、今、ないっていうか、です。税金対策もせず、なんか人に任せて騙し取られたり、やっぱり青木さん、これ3つに当てはまるんですよ。2年前ですかね、私の同い年のマネージャーさんが私のことを心配して、青木さんお金ちゃんと貯めた方がいいですよっていうふうに言ってくれて、それで日経ウーマンさんの連載が始まりました。貯められない私が1年で200万貯めようっていう企画を、がスタートして、今日経ウーマンさんで連載中なんですけれども、そこから私はお金にすごく興味を持ちました。で、加藤君とお金の話を時折するようになって、お金に関する考え方、節約に関する考え方っていうのはこんなに違うのか、こういうふうに考えてるのかっていうことを知って、ちょっとお金に関する考え方と生き方を変えたっていうきっかけになってくれた私の恩人の一人でもあります。とんでもないです。ちょっと私一人で喋っちゃってすいません。いえいえ、全然とんでもないです。はい。例えば加藤くんってすごくってあんまり公共交通機関を使わないで来るね。自転車で来たりとか、あとなんか水筒をよく持ってるね。水筒は持ってますね。はい。外で飲み物を買わないなっていう風なイメージがある。喫茶店にもあんまり入らないね。そうですね。はい。あと銀座でお茶をしてた時に加藤くんが青木さん僕にお茶をおごってますけど資産が青木さんないでしょっていう風に言ったことがあるね。はい、そうですね。はい。で、じゃあ加藤君、私は確かに資産はあまりないと思う。じゃあおごってよっていうふうに言ったら、それはできないっていうふうに言ったね。はい、そうですね。そうでしたよね。はい。それはそうでしたよね。そうですね。端的に言うとそうですね。はい。そんなこんなで加藤君にはすごく刺激をもらってるんですけども、そこで、今日は具体的に一体どんな節約術を加藤君はしてるのかっていうことを聞きたくて来てもらいました。僕はもう日々節約というか、もうそれが当たり前の人生になってるんで、節約してるとは思ってはないんですけれど。節約のお金の使い方になったのはいつ頃からですか？僕両親が本屋さんやってたんですけど、それが潰れて結構貧乏生活を送ってきたんで、学生時代とかは元から節約をしようっていう気持ちはあったんですけれど、本格的にやり始めたのは15年ぐらい前に家を買ったんですよ。そっから節約する力がより増してったなっていう感じはありますね。節約の楽しさって何ですか？楽しさですか？節約の楽しさいやいや、めっちゃ楽しさっていうのはどういうことですか？いやそんな風に言われるとちょっとあれなんだけど、なんか何のために節約してんのかなっていうか、何のためでも老後のためですね。あと人様に迷惑をかけないためとか、家族に迷惑をかけないためにもっていうことです。お金が足りなくなって迷惑をかけるっていう。結構やっぱ人間のなんか揉め事って大体の理由がお金絡みなんですよ。なのでそういうのでなんか人間関係を悪くしたくないんで、で老後も安心して生きていきたいんで、僕はもう節約はしているかなって感じです。私のどっちかっていうと思考はなんかこういう仕事してるとある日すごいお金をもらえる可能性があるじゃん。
まあ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 、はだからあんまりコツコツっていう思考じゃないっていうか。い。いや、その可能性は全然あると思いますよ。ただ、60歳になってもその思考は変わらないですか？ 70 歳になっても変わらないですか？80になっても変わらないですか？なんか怒ってるのはなんか。いや、怒ってないです。はい。わかんない。でもどうだろう。まあ70歳とか80歳ぐらいで、今のように多分元気よくやれる可能性はちょっと低くなるじゃないですか。大金稼ぐんだっていうマインドでいられるかなっていうのは僕はちょっと心配してまして。私も40代後半ぐらいからちょっとちゃんとお金貯めなきゃなっていうふうに思うようになったから、でも体力の、まあでもちょっと変わってきたかもしれない、それは。だからちょっと節約を学びます、私は。はい、いやいやそんなあれですけれど、はい。加藤君に節約術を3つ聞きました。はい。1番が健康第一。はい。健康第一っていうのは、健康って結局適度な運動なんですよ。体重とかが増えちゃったりすると高血圧になったりとかがあるんで、適度な運動で体重をキープするとかいうのが僕は大事だと思うんですよね。それが節約なの？例えばむやみにタクシー乗らない、歩いていく、自転車で行く、でまあ電車には乗ったりするけどっていうようなことをやることによって自然と節約につながるんですよね。確かに。例えば家の掃除とかもこう自分でやるとこう運動になってるじゃないですか。でこれをお金払ってお願いすると楽ですけれど健康ではないですよね。自分でやってないんで、体動かしてないんで、で節約にもなるんで、健康第一を考えると自然と節約につながるかなっていうのがなるほどあります。確かに私は車にもう20年ぐらい乗っていて、乗ってますよね。なんなら100歩も歩いてないなった時がある。電車に切り替えましたけどね、最近。いや駅まで歩くじゃないですか。そうね、はい、それがまあちょっとした散歩にもなってるし、で僕は車持ってたんですけど、もう売却しました。お金のため？お金のためというか全く乗らなかったんですよ。で家に駐車場があったんで駐車場代かからないんで、そんな維持費かからんかって思ってたんですけれど、それでももういいかと思って、どうしても必要な時はカーシェアなりレンタカーでいいやと思ったんですよ。手放せなきゃよかったなって思ったことない？私も何度か考えるの。車をこう手放してもいいかな、カーシェアもあるしと思うんだけど、僕はないです。もう今手放して、ちょっと寂しかったですよ。何年か所有してた車やったんで。でももう手放して本当にすっきりします。最高です。へえ。あとさ、私のなんかこう頑張ってきた証に自分の車を持ちたいみたいな、そういうのないの？その願望は全くないですね。自分の車を持ちたいっていう理由がわからないですね。それどういうことなんですか？そんな感じ？極端に言うと高級車に乗りたいってことですか？ステータスってことですよね。高級車じゃなくてもいいんだけれども、自分の部屋みたいな感じ。カーシェアだとほらいろんな人が乗るじゃん、でもこう自分のもの、高級車ってわけでもないの別に。僕はその車を所有したいと思ったことがないんで。そうなんだ。よし稼いでいつかこの車に乗ってやるとかさ、これが欲しいから頑張るぞとか、そういうそもそもそれがないってこと？その気持ちはじゃあ家ですかね。車には向かないですね。2つ目が見栄を張るな。これ何ですか？僕はもう見栄を張らない人生なんですよ。例えば高級腕時計つけるとか、あんまり理由がわからないんですよ。俺は金持ちだっていうことですか？ハイブランドを着るとかも、僕全部ユニクロで、ユニクロやっぱ素材いいですし、もちろんユニクロもいいと思うけど、しかも似合うし、なんかあんまり見栄を張っていいことって何があるんですか？俺は金あるっていうことですよね、見栄を張るって。でも単純にさ、なんかこうブランドのものを、エルメスのバッグが欲しいなとかある。私はあるよ。それは見せたいからですよね。人様にエルメスのバッグを持ってますよって見せたいってことですよね。エルメスのバッグを持ってる、俺持ってるで、金持ちやって思われたい、すごいんやぜって思われて、なんかメリットがあるのかなっていういやでもさ、なんかお洋服ってほらトータルコーディネートみたいな感じだから、この服にはなんかそれが持ちたいなって。いやもちろんそれはありますよ、そのファッションは。でもそのユニクロとか安くて素材のいいので
コーディネーションはできるわけじゃないですそか。れはさ、加藤君が体を鍛えててスタイルがいいから似合うんじゃないの？じゃあそうじゃない人はハイブランドじゃないとコーディネートは無理なんですか？そんなことないと思うんですよ。そんなことはないけど、工夫すれば、分かった。なんとでもなりますし、ちょっと我慢してるっていうのもあるの？なんか本当は欲しいけどそれもないのか。ないですね僕。ユニクロの服をくれるっていうならありがとうございますしてもらいますけど、いやまあじゃあ高いなんかバッグをくれるとかそういうのは嬉しくもないの？いやいやただでもらえるならもらえますけど、下手したら売るかもしれないです。じゃあさ、奥さんがこのハイブランドのものが欲しいっていうような感じだったらどうするの？多分そういう人じゃないのか。人じゃないですね。なるほど。お子さんも違う。子供も違いますね。で3つ目が賢く生きよう。これは何ですか？これはもう青木さんが先ほど投資のあれで騙されたじゃないですけど、なんか戻ってこないとかあるじゃないですか。それはもう賢く生きてないからなんですよ。もう人任せにしちゃったり、ほんで税金でもいろんな控除があったりするんですよ。そういうの知らずに申請せずにやってる人も結構いらっしゃるんで、この辺は賢く生きることによって自分のためにももちろんなりますし、もちろん自然と節約にもつながるんで。教えてくれないよね。自分でやらなくてもです。とか無知は罪って言葉あるじゃないですか。で最近は無知は罰金っていう言葉もよく聞くんですよ。知らないともう自然と損してる、だから罰金を払ってるっていうのと一緒なんですよ。なので賢く生きよっていうのはそういうことですね。じゃあ実はその知らないけれども節約できるような仕組みが区や国や都にあるってことだよね。それはどうやって調べるの？自分でネットなり本を図書館で借りて読むなりするってことですよ。安くなる税金とか。ありますあります。全然あります。知らないだけで全然あります。あるんだ。ってことは教えてくれないのね、誰も。そうですね。学校の授業で僕は教えればええのにって思うんですけど、そういうのが授業ではないんで、なんか補助金があったりとかするじゃないですか。それでだいぶ安くなったりしたことあるの？使えるやつは申請できるやつは申請しますよ、もちろん。申請なんてしたことないかな。そのお金を節約できたのにっていうのはありますよね。だったらイデコとかもあんまりルール知らない人いるじゃないですか。あれ所得控除になるんですけど、そういうのも知らない人はやっぱ損してるわけですし、国民年金とか払ってますよね、青木さん。払ってます。で年金基金とかも全て所得控除になるんですよ。でもそういうのも知らない人は分からずに、いえ年金はなみたいなになって終わるわけですから、だからやっぱ賢く生きる知識を身につけるっていうのは大事だと思います。ちなみに青木さんの今までの人生をこの3つにちょっと当てはめてみましょうか。結構僕から見たら青木さんってもう相当売れてて、で番組もいくつか持ってて、とんでもないもう分からないですぐらいの稼ぎはあったと思うんですよ。で相当税金も払ったとは思いますけれど、結果今あんまり残ってないってことじゃないですか。ないことはないけどね。そうね。でそう考えると何に使ってきたかなっていうのがあります。例えばリフォームとかもお願いしたよね。リフォームは誰もがやることなんで、あとは結構いいカバンとか買ったし。それは2番ですね。じゃあ見栄を張るなですよね。あとは今は髪の毛を自分で染めてるけど、髪の毛、それ大したことじゃないか。多分ここが結構青木さんは強いかもしれないですね、3番が。で相当稼いでたんで税金対策も理解してればかなりできたところはあると思うんですよ。それは全然やってなかったな。ただ僕からしたらそんだけ税金を納めた青木さんは尊敬します。素晴らしいなと思うんですよ、国のために。ただ賢く生きることによってもうちょっとなんか節税というか、なんかいろいろ控除とかはできたかなと思いますね。この1番も青木さんもタクシーとかも乗り倒してたと思うんですよ。タクシーも乗って車移動でしかもコインパーキングでものすごいお金払ったり、駐車場代もいろいろ払ったり、ドアトゥドアでも車移動じゃないですか。だから健康も害してたと思うんですよ、運動もできずに。確かにな。でカバンとか買ったりして見栄を張ってそしていろいろなんか
税金対策もせずなんか人に任せて騙し取られたりやっぱり青木さんこの3つに当てはまるんですよ。いやまあね、青木さんなんかクッキーとか、お土産とかなんかそういうお菓子とかなんかすぐちょこちょこ買いません？いや買うでしょ普通。いやいやあんまりそういうの食べ過ぎるのは健康を害してると思うんで1番も結構当てはまるなとは思うんですよ。私は絶対に例えば新幹線に乗るとかどっかに移動するとか、とにかく毎日好きなお菓子は絶対入れてます。加藤君は？僕は水筒は持ってきますけどそれ以外はないですね。どっかでそんな無駄な間食しないんで。どっかでご飯を食べるときは？どっかでご飯を食べる時がほぼないです。外食しない？ほぼしないです。家で食べます家族で。じゃあ一日家に外に出てたらどうするの？その時は消防設備の仕事もしてるんですけどお昼はおにぎりとか作って持ってってます。それだけにする？はい、それだけです。じゃあコンビニとかも寄らない？あんまり寄らないです。寄らないです。寄らない？寄らないです。コンビニで買うっていうのもないですね。じゃあさ一日でなんか今日も来てくれたじゃん、ここまで使うお金は交通費ぐらい？渋谷から結構あるじゃないですか距離。すごく渋谷までは電車に乗りましたけれどそこからは歩いてきました。それも運動なんですよ。電車使うとこの期間200円ぐらいかかるじゃないですか渋谷から、健康第一じゃないですか。歩いてきて健康になって運動できてる、しかも200円浮いてるっていうことですね一番が。じゃあ家族旅行とかしないの？いやしますよ。それはもう年に1回決めていくとかそういうこと？そうです。頻繁には行かないってこと？はい、年に1回です。加藤家のあれがあるんですけど旅行は距離じゃないと思ってるんですよ。なんか遠いところに行くのが別に旅行と思ってないんで家族全員が。なので東京に住んでるんですけど横浜に1泊2日で行ったり浅草に1泊2日で行ったりでこの前は府中に1泊2日で旅行行きました。すぐ行けるじゃん。いやだから旅行は距離じゃないからなんですよ。そこ旅行は距離だっていう洗脳されてるんですよ。でもそしたら交通費が浮くんでその分家族旅行の内容を金額を投入できるんですよ。美味しいもの食べに行ったりで時間も遠いとこ行くと何時間もかかるじゃないですか。それが、その時間もたくさんあるし交通費代も浮いてるんでいろいろお金も使えるしっていうめちゃくちゃ楽しめるんですよ近場の家族旅行は。って僕は思ってます。だいたいいくらぐらい使うの？決まってんの？その1回に1泊なの？2泊なの？1泊です。1泊で行く。1年に1回なんで、そういう毎月じゃないんでその単発はそれなりに結構使ったりしますよ。20万とか？いやいやいやとんでもないです。いやいやもう5万もいかないと思います。4人で？4人でです。信じられない。だってホテル代がいくらだ？2万とかじゃないで泊まれるじゃないですか。2万で泊まれる？4人で泊まれますよ全然。どこに泊まってんの？いや横浜の中華街のなんかちょいいい感じのスイートルームまでは行かないですけど2万とかありました。今はちょっと高くなってるかもしれないですけど。でそこでご飯をつけない？朝ご飯だけつけるってこと？いやご飯もうつけてないです。つけないです。素泊まりで行くってこと？素泊まりで行きます。例えば横浜泊まった時は中華街とか行ってご飯食べたりしましたよ。でメインは中華街なの？その横浜の時はいやみなとみらいでなんか遊園地とかあったり山下公園とかもあるじゃないですか。横浜はもう満載で楽しめましたね。浅草も楽しかったです。浅草はどこ行くの？浅草はだってスカイツリーも近いですし上野動物園も近いですしで浅草寺とか浅草のなんか街並みとかいろいろ楽しめてで安く済むじゃないですか。交通費かかってないんで。家族で外食は？ほぼないです。たまにありますけどはま寿司とか、ああいう鳥貴族とか行ったりはしますけれど、でもたかだか安いですけどね。何日に1回ぐらいなの？外食なんてもう月に1回あるかないかぐらいです。それでも普通じゃないですか。そんなもんじゃないですか。もうじゃあ習い事とかは子供たち？それは子供はサッカーやってます。そういう最低、それはいいの？最低限度のそれは。でも無理に私立に行かせようっていうあれはないです。子供がどうしても行きたい。そしたら僕はもう子供に対して言います。例えばこの私立行くと月10万ぐらいかかるぞ。月10万かかってでも行きたいっていうのはどういう理由で行きたいんだっていうのは淡々と詰めます。で子供がこういう理由でこういう
ので行きたいっていうプレゼンがすごければ、分かった頑張ってそこに通わすわとは言いますけど、なんとなく誰々君も行ってるから僕もまあ行こうかなとか言うんやったらもう絶対行かせないです、もう公立でいいです、はうちは私立に行ってるんだけど、まあ私立に入れたいっていうよりはその学校が好きだからそこが、まあ私幼稚園から入れてるんだけど、はいずっとね。青木さんの意向なんですね。そうなのよ、そう私の意向。多分これですね、2番ですね。見栄を張るな。青木さんなりに私の子供だからっていう見栄を張ったのかもしれないです。まあ結果その学校がすごく良かったんで、そうね、まあ良かったかもしれないですけど、これはでも30まあ20%ぐらいかな、あるかな。いやまあ見栄っていうか、そうだな、私は自己肯定感があんまり高くないってその時は思ってたから、だからこう自己肯定感が高くなってくれる学校がいいなっていうふうに思ってそこに入れたんだけど、まあその節約には全く関係ないわ。はいはい、そうですね。ありがとうございました。次回は貯蓄についてお聞きします。ありがとうございました。ありがとうございました。